麻生活弁 TV。 活弁っていうと白黒映画で歴史的な芸能とか伝統芸能とか言われるようになっちゃうと、ちょっとなんかこう真面目なイメージがついちゃう。本当に楽しみたい、楽しいから行きたいっていう風に一歩を踏み出すっていうのがやっぱり芸能としては一番だなと思うので、コメディをやりたくって、今回コントを書いたっていう感じなので。もうちょっとで転ぶところだったわ。浅草がいつでもどんな困難にあっても元気に明るくたくましくしぶとく苦難を乗り越えてきたっていうのを、この2020年という大変な時期にあって励みにしていきたいっていうような。だが我らが浅草はたくましい、しぶとい人間たちによって支えられている。活弁会も例外ではない。キャンセルの公演やオンラインでの公演が増え、お客さんと対面できない日々が続いたが、今日は待ちに待った浅草活弁祭り。浅草が活弁を育ててきた、活弁が浅草を盛り上げてきた。懐広くあったかい浅草をこれからも皆さんと一緒に盛り上げていきたい。これより麻生弥太によるまぶたの母が上演されます。明治から続く活弁の話芸、とくとお楽しみください。さて皆さん、文明開化はエレキ応用活動大写真、花のパリかロンドンか月が泣いたかほどとぎず、あらまちょいちょい夢の好き南京豆の綱渡り、活動写真弁士の麻生弥太と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。昭和6年、稲垣宏監督、長谷川慎原作、まぶたの母、エイシャイヨー。スタート。会場にお早めに入っていただくというようなアナウンスをしているのと同時に、いっぺんに皆さんがわっと帰ってしまうと出入り口が混雑しますので、順々に列ごとに誘導しながらお帰りいただくというようなことを。こちら側のブロックにお座りの方、お立ちいただきまして、ロビーの方にお帰りいただくということになっております。足元暗いですので、どうぞお気をつけてお帰りください。7月に浅草公会堂でうちの自主公演を予定してたんですけれども、残念ながらキャンセルにさせていただきました。この公演は絶対にやりたいというふうにうちの師匠が申しておりまして、次行っても大丈夫でしょうか。はい、それではですね、続いてこちらの中央のブロックの方、お荷物をまとめていただきまして、東京大学のですね、西成教授という獣医学専門の先生がおりまして、そこの先生が、教えてくださった渋滞を避けるためのポイント、工夫がございます。皆さんこうするんでございます。スイスイスイ、これで、隣の方と、押し合わずに進めるというような運びになっておりますので、ぜひゆっくりと、スイスイスイとこう手を伸ばしながら、ありがとうございます、ありがとうございます。すみません、お待たせいたしまして、アトラクションの一つだと思ってお楽しみいただけましたら大変幸いかなというふうに思います。押し合わずに、ゆっくりゆっくり、スイスイスイで行っていただけたらと思います。本当に今回8ヶ月ぶりぐらいの、対面での、舞台ということで、浅草はエネルギッシュで笑いと、共にいろいろ苦難を乗り越えるということで、浅草魂満載でやっていきたいと思います。そろそろ準備ができたようでございます。荷物をまとめになって、ゆっくりとありがとうございます。どうもありがとうございます。ご協力誠にありがとうございました。お待たせして申し訳ありません。どうもありがとうございました。誠にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。お疲れ様です。満席でしたね。
とりあえずでも23お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえず初日終わってホッとしてありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は。久々でしたけど。やっぱライブっていいですね。まあなんとかかな。今日うちの師匠のデッキ結構良かったんじゃないかなって。お客さんの熱気がすごかったです。今年入ってのうちの師匠の活弁に対する集中ぶり、ちょっと近くで見ててすごいなっていうのがあったので、あの年ですけど今まさにめちゃくちゃ成長期というか、私も頑張ってるつもりではいるけど上向き具合がちょっとかなりいい調子にいってるんじゃないかなって思います。いややっぱり緊張しますよ。でこういうご時世でいろんなところに神経使わなくちゃいけないし、日を追うごとにパワーアップしていきますので、やたこやたぜひよろしくお願いします。明日はもっといい、明後日はもっといいっていうような、浅草が育ててくれた麻生やたこやたという芸人、多くのお客さんに体験してほしい。やっぱり人間って生きてるから成長するし、その瞬間に見ないと見れない瞬間ってあると思うので、そういうのが多分ライブパフォーマンスで、ライブでのみ味わえるものっていうのはやっぱりあると思うので、常に精一杯全力を出しながらやっていきたいなと思います。なんとか全部通ったなって感じよみがえれ浅草という第一弾としていい舞台ができたと私は思っております。誰一人帰ったりとかもしないし、すごい集中して本当に活弁を見たかったんだなっていう。本当にコロナ対策もしっかりさせていただいて、お客さんに極力迷惑のかからないように、注意しながらいい舞台を一つずつ手塩にかけてお客さんの前に提示していくという時代に来たというふうに思っております。本当にいいものをこれから提示していきなさいよというメッセージ、うちから一歩出るとどうしても危険がある、その中でわざわざ劇場に足を運んでくれるお客さんの期待に応えるために全身全霊を挙げて、これからも頑張っていこうという気持ちにやっとなってます。ここまでこうしっかりした、芸を提供するっていうのが本当に感動しました。ありがとうございます。今の時代、本物だけが生き残るという、本気になれよと言われてるような生き方に真面目になっちゃうというか、自分はこんなもんじゃないだろう、どこまでいけるのかというのを自分の中で納得していきたい。これが20幾年の長い間探し求めていた母の言葉か。じゃあどうも。お疲れはい、お様です。疲れです。はい、ご苦労様です。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。昨日と一昨日稽古やったんだけど、やっぱり本番は全然違いますよね。やっぱり全然ね、味がね。だからちょっと、今日ちょっと矢田さんがね、途中ちょっと噛み気味っていうか、なんか声がちょっとね、声を温存しないと。お疲れ様でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願